本日はランチポエムズ独協にお越しいただきありがとうございます。皆さんぜひランチを食べながらリラックスしてお楽しみください。携帯電話はマナーモードでお願いします。それでははじめに本イベントのプランナーである原重義先生よりご挨拶をいただきたいと思います。原先生、よろしくお願いします。こんにちは。ランチポエムズ独協にようこそいらっしゃいました。このイベントのプランナーをしております英語学科の原重義です。このイベントの趣旨は詩は声の文化であるということを普段あまり詩に接する機会のない学生の皆さんに詩が立ち上がる瞬間を体験してもらうということになります。多くの皆様のご協力ご支援によりまして今回で第8回を迎えることができました。で今日ちょっと一つ皆様にご紹介したいことがあります。実は先月ですね、6月の24日土曜日に、隅田川のすぐ近くにある蔵前にある長音院っていうお寺とその境内にあるギャラリー空連坊というところで「あなたをまだ知らない」という石田光穂さんのポエトリーイベントが行われました。今日これからリーディングをしていただくジュディ・ハレスキさんもゲストとして石田さんとジョイントリーディングを行いました。そのイベントは面白いですね。2つの会場に分かれてまして同時開催の方式で行われました。長音院というお寺の本堂と空連坊の間にこのぐらいの幅の白い布白土を敷いてで僕たち観客はその上を裸足で歩いて2つの会場を行き来して観覧するというとてもユニークなイベントとなりました。お寺の本堂では石田瑞穂さんとジュディさんの詩の朗読、中にはその場で作った即興詩も披露されました。でお二人の背後でそこのお寺の住職の谷口正義さんの読経が行われ、つまりお経が読まれて、そしてお二人の前では書道家の北村宗介さんのカリグラフィー、つまり書のパフォーマンスというのが実際にそこで同時進行で展開される。で本堂と白い道でつながれたギャラリー空連坊ではダンサーの、くじらい健太郎さんがソロダンスを踊るといったあまり例を見ない、これまであまり例ないんじゃないかと思うんですけど、そういうコラボレーションでした。でこの模様は映像作家の奥貞さんとそれから女性の映画監督で今注目されている横浜聡子さんの撮影編集したものが近いうちに、ランチポエムズ独協特別編という形で YouTube にアップされると伺っておりますのでぜひそちらをご覧いただければと思います。カリフォルニアから独協大学の客員教授としてお迎えしたジュディさんが日本の詩人や芸術家とこのような形でポエジーを共有できたことは本当に嬉しい限りです。このイベントのディレクターを引き受けいただいています石田瑞穂さんに改めてお礼申し上げます。僕の話をこのくらいにしまして実行委員の一人大学院生の二宮豊さんの方から今月の詩人ジュディ・ハレスキさんをご紹介してもらうことにしましょう。それじゃあニノよろしく。はい、皆さんこんにちは、原田の二宮豊と言います。最初に少しジュディ・ハレスキさんのことを僕の方から紹介させていただこうと思います。ジュディ・ハレスキさんはカナダのノバスコーシャ出身で現在はカリフォルニアを拠点に活動されている詩人です。ハレスキさんは現在ユニバーシティオブカリフォルニアのデイビス校でパフォーマンススタディーズの PhD を取得され、その後現在同じくカリフォルニアに位置するドミニカン・ユニバーシティで教員をとっておられます。教えておられる主な科目は当然アメリカンポエトリーとクリエイティブライティングになります。それと同時に本日のようなリーディングや試作活動を並行して行っているという具合です。またハレスキさんは過去に日本の2つの大学でも勉強されています。1つ目は金沢美術工芸大学で文部科学省奨学金を使って日本に留学され彫刻を専攻されておりました。
もう一つは法政大学の文学部で日本文学を専攻されており、この2つの延長線で、暗黒舞踏の研究も同時に行われております。ハレスキーさんは現在スカイエンティとトゥリーラインズという2つの詩集を出版されております。本日はそのトゥリーラインズの方からポエトリーリーディングをしていただくことになっております。また日本の俳句と能がアメリカの能にどのような影響を与えたかという主題のエッセイも出版されており、東西を問わずあらゆる領域の知識に厚い方です。ハレスキーさんの詩を少しだけ僕の方から紹介させていただくと、とても多層的な構成になっているというふうな印象を受けます。どういうことかというと、例えば作品の一つで李白や芭蕉といった過去の東洋文学のモチーフを使いながら、いつの間にか読んでいるうちに現在にあるジュディ・ハレスキーという詩人独自の世界に導かれていることに気がつくといった具合です。最初はバラバラになっているイメージも、詩の中で過去や現在を行ったり来たりしている間に、最後には全てがつながって詩人の世界観に直面させられているというような印象を受けます。当然これは僕の印象なので、本日のリーディングを聞いていただいて、皆さんがどういうふうな印象を受けるか、それは皆さんの方にお任せしたいと思います。では紹介はこれくらいにして、ハレスキーさんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。Thank you for that lovely introduction. Welcome, it's nice to see all of you here today. I have kind of mixed emotions today. I'm very sad the semester's ending. I've had such a lovely time here at Dokkyo, and I've enjoyed so much getting to know all of our students and sharing poetry together. It's been really wonderful. So Hara-sensei, thank you so much for inviting me here. It's been a great honor to be at Dokkyo. And Mizuho-san has been a wonderful guide and poet friend and collaborator while I've been here. I also want to thank the International Center. Yamanaka Hajime-san has been a great help to me in all my time here. Yutaka-san, also known as Ninomiya-san, I always call him Yutaka, I'm sorry, has worked so hard to translate my poems. We've been working for many weeks and reading them together, and I'm really thrilled to have him as my translator today. So thank you all for coming. We're going to read some poetry, okay. So, as Yutaka mentioned, I've been in Japan a few times, and I love to study kind of ideas about art and ideas about poetry, and I've enjoyed reading Matsuo Basho and learning kind of his ideas about how to make poems. And so the first poem I'm going to read today is called Walk the Line, and in it, Basho and Sora are characters, right? They're on they're kind of walking, doing their Okonoko Somichi walk. There's also a part of this poem that is for struggling students who are working hard, so I thought it'd be appropriate to read. Walk the line. Bend the spine of a thesaurus, my shadow map, guide of distances, atlas of cities. If this book were a bridge, I would trust my weight to it. Late bloomer, mountain azalea, dwarf pine. The letters didn't always make words. There were years and years when they just stayed letters. I have come to feel the moss underwater. I have come to put my feet in the creek.
Basho and Sora on pilgrimage, write on their hats. On no home in heaven or earth, on this path we go two together. Monks on pilgrimage, by two we go. The monk alone, but with the Dharma. Basho alone, but with Sora. Me in the library with 20,000 other fools. And a mother who wants a postcard, a line on a Christmas note, a baby girl to walk, a two-wheel bicycle, a spelling bee, a pirouette, a finger to trace the letters across the page. The letters to make a song. Some say they fought. Some say they parted in anger. After Sora stayed behind, Basho let the words, by two we go, wash off his hat in the rain. My mother, at graduation, hands in the air, shouts, "It's a miracle, a miracle."これから読む詩は「ウォーク・ザ・ナイト」「たどる」という詩です。登場人物は芭蕉と松尾芭蕉と空になります。たどる。詩ソーラスを開くのだ。それは私の知ら地図、比例尺、街のアトラスだ。もしもこの本が橋だったなら、私は全身をそれに預けただろう。遅咲きの人とは山に咲くアザレアやハイナツのこと。文字は常に言葉ではなかった。とてもとても長い間、文字は文字でしかなかった。私は水底で苔に触れた。私は小川に両足を浸した。アンギャの旅中、芭蕉と空はそれぞれの傘にこう記した。健康無重、同業に。旅中の僧たちは同業に。僧はダルマと共に、芭蕉は空と共に。私は2万人のアホたちと共に図書館にいる。そして母親は手紙とクリスマスカードに書く子供の自慢と一緒に歩ける女の子の赤ん坊と補助輪付きの自転車とスペリングビーとピルエットとページの文字をたどるあの指を望んでいる。歌を作るあの文字を。ある人は彼らが言い争ったという。ある人は彼らが怒りで別れたという。空が後ろに残ったとき、芭蕉は傘にある同業人を雨水で流れ落とした。卒業式の日、私の母は両手を宙に振り上げ叫んだ。奇跡よ、これは奇跡よ。Thanks, that sounded good. I teach at a small university in Northern California near San Francisco. And I wrote this poem kind of about being on the campus of that university. And thinking about my nephew who had joined the Army. And I was not pleased with this decision. Dark matter. Excuse me.
pine trees eternity, room 205. Like a handmade ceramic bowl, uneven, oblong, dripped, and bare in spots, Joshua departs for the army at dawn. Birds fly south and return months later. By then, they are different birds. It's not that they change, it's that the distance is longer than any one life. My job asks me to teach the history of the earth with both science and the idea that there's a greater purpose. So students don't get depressed or have a crisis when they learn that our star is a sun that will burn out, that death is part of what defines an organism as alive. At boot camp, they pound their teachings into him, how to fold sheets into squares, how to dream in black and white. Birds know the routes to nesting places. They know how to cross the ocean. Joshua, be like water. Change shapes, float, let sticks, discarded carburetors, broken glass drift past you. First thing, they cut his hair, put him in uniform. Take his picture. He looks like a soldier already, Eve says. Joshua, dug from the foothills, built by hand. A student comes to me with her palm out, holding a little green cone-shaped seed. From this, she says, a redwood tree. Isn't that amazing?この詩は老いのことを思って書きました。老いは軍隊に入隊したんですけれども、そのことに関して私はあまりいい印象は受けませんでした。それでは読みます。暗黒物質、松の木、永遠性、205号室での講義。ジョシュアはまるで手作りの不揃いで縦長で上薬がまだらにしかかかっていない陶器のようで、彼は夜明けとともに入隊に向けて家を出た。渡り鳥は南へ飛び去り、数ヶ月後に舞い戻るが、引き継いで戻ってくるのは別の鳥。それは鳥が生まれ変わるわけではなく、ただ旅の道のりが命一つ分よりも長いだけだ。この世の歴史を教えることが私に求められている仕事。説明には科学と世界にはまだ見たことがない役割があるという考えを使う。さもなければ生徒たちは落ち込んだりパニックを引き起こしたりするから。例えば太陽はいつか燃え尽きてしまう星であると教えるとき、死は生物が生きていることの定義の一部であると教えるとき、新兵訓練所でジョシュアはお尻を叩き込まれる。シーツをしわなく整える方法や、白か黒か善か悪かという見方で将来を見る方法。渡り鳥は巣作りの場所への道のりを知っている。海をどうやって渡るか知っている。いいかい、ジョシュア、水のようになるんだよ。形を変えるんだ。自ら置かれるんだ。大きれや捨てられたキャブレターや割れたガラスが流れてきてもやり過ごせばいい。手始めとして頭を丸められ、制服に着替えさせられ、写真撮影が行われる。
これだけでもう軍人のようだわ。イルが言う。ジョシュアは山麓から掘り出された粘土をこねて作られた。学生の一人が私のもとへやってきて手を差し出す。手には小さな緑色の松ぼっくりが乗っている。これがと彼女は言う。セコイアの木になるんです。すごいですよね。So this book, Tree Line, is my second book, and I wrote a lot of it set in the Sierras, but I also wrote some poems while living in Tokyo. I was reading a lot about Basho's ideas on haiku, and to understand Basho's haiku, I had to start reading Rihaku and other Chinese poets. And so now my new poems are now in conversation with some Chinese poets, Rihaku and others. So this next poem is called Lipo Loved Two Things. And it's kind of going with an American pronunciation of the name Rihaku. The other thing that helps to know is I live in California and I consider it my adult home, but I was born and raised on the very east coast of Canada in a town called Halifax, Nova Scotia. It's kind of close to where Anne of Green Gables was set. It's mostly kind of a fishing area. And in my lifetime, the fish in the ocean near Nova Scotia, the stocks were decreasing and it caused a lot of problems. So that might be in this poem. So this poem has a haiku by Basho in it where Basho is writing a haiku to Lipo. And that was one of the starting phrases for this poem. Lipo loved two things: waterfalls and drinking. When the emperor summoned Lipo, he was drunk in a bar. Lipo wrote back, "Excuse me from your court today, I am a drunken hermit. Worn like these stones, water rushes past me. Branches and trunks form dams. Those leaning together houses, the fish stocks disappearing, a tree standing still in the flooded creek." I left because there were whole towns without work. Houses worth less than the water heater, fishing hamlets without roads, houses clustered around the docks clustered around the fish houses. We were a generation that shipped out. There are 1,000 songs about us, sung by those who stayed. The news says they found growing numbers of cod. To me now, the stocks are still down. 20 years dropping and 20 years when not one boat went out. It's not that they're fishing again, it's just that they might. And my lace-armed friends, among mooseland woods, could we come back? Could they stitch us into the salt air, the wind-bent pines, a kitchen table, a mist-damp coat, the lingering blue dust? Are they counting us? If this is the middle path, if I had to fight, if I were called to court, I'd fight with sticks, with ice-cold water, with direct sunlight, with reckless wind-spun seeds, the outer edge of a kite tail, the fairground, the spinning teacups. If I had to pick two things to love, Basho looking down over the falls, in another country, hundreds of years later, picking flowers for Lipo.
don't have ears, but they make love songs to find other fish. Water is 800 times more dense than air. The body of a fish is as dense as water. Fish don't hear sound waves. They absorb them. Thank you. この詩には、故郷のノバスコシアのことが少し出ています。ノバスコシアでは魚の群れの数が減っていて、それが少し問題になったりもしました。もう一つ出てくるのが李白で、その李白のことを思いながら芭蕉は俳句を書いているというシーンが出てきます。それでは読みます。李白の愛した2つのもの。李白の愛した2つのもの。滝と酒。皇帝から召喚の命を受けた時も、李白は酒場で飲みまくれていた。李白はこう返事を書いた。本日の休憩への回数は許されたし、我、酩酊のいいんじゃない。小石のように擦り切れた私を水流が突き抜け、枝や幹は重なり、流れをせき止める。家並みは揃って傾き、魚の群れは消え、一本の木は溢れた川にひっそりと立っている。私が村を去ったのはどこにも仕事がなかったから。家よりも給湯器の方が価値があった。よそに道はない。家は鳩場の周りに集まり、鳩場は漁師小屋の周りに集まった。私たちは村を出た世代だった。私たちを歌った歌は数知れない。歌は残った村人たちに歌われた。ニュースの報道によると、タラの数は増えてきているという。私に言わせれば、未だ群れは戻ってなどいない。20年の間、漁獲高が下がり続け、20年の間、一隻の船も漁に出ていないのだ。それは漁を再開するということではなく、再開するかもしれないというだけのこと。ならば、故郷の旧友たちは、ヘラジカの住む私の森はどうなるのか。私たちは戻れるというのだろうか。彼らは私たちを潮風に、風で曲がった松の木立に、キッチンテーブルに、霧で敷けたコートに、ゆっくりと消える青い夕暮れに縫い付けることができたのか。人々は私たちのことを考えているのだろうか。もしここが道の途中で、もし私が戦わなくてはいけないとして、もし私が裁判所に呼び出されたとしたら、私は枝で、氷水で、まっすぐな日差しで、風に舞う向こう水な種で、タコの尻尾の先で、移動遊園地で、回転するティーカップで戦おう。もし私が愛する2つのものを選ばなくてはいけないのだとしたら。芭蕉は滝を見下ろしている。異国の地で何百年も経って李白のために花を摘みながら。魚は耳を持たない。しかし仲間を見つけるために愛の歌を歌う。水は空気よりも800倍も密度が高い。魚の体は水と同じくらいの密度を持つ。魚は音波を聞き取りはしない。体で吸い上げるのだ。Thank you so much for listening, and thanks again to Deepaka for doing such a nice job on the translations.
今の質問の答えなんですけれども、ジュディさんにとってやっぱり詩は詩の紙の上に書いてあるだけのものではなくて、項に出して読むものだっていうふうなイメージがジュディさんの中にはあって、だから詩を書いている最中にもそれを項に出して読むし、で書き終えた後もそれを項に出して読む。その読むということはジュディさんにとってはことがその詩を書くという詩を書くという行為につながっているというふうなことをおっしゃっていて、でそれともう一つ、読む時の挑戦の一つとして挙げられるのが、その過去に書いた詩を読むことが挑戦の一つだというふうにおっしゃってました。というのも、書き上げられたばかりの詩を読む時の方が自分の気持ちをその詩に投影させやすいから、その方が気持ちを込めて読みやすいけれども、一度過去に書いて4年とか5年とか経ってしまうと、その時の気持ちを戻すのに少し力が必要だっていうふうに、チャレンジが必要だっていうことを言っていて、だからでもやっぱりオーディエンスの方が聞いてくれているから、そのオーディエンスが聞いてくれているそのエキサイトメント、興奮っていうものを味わってほしいから、やっぱり私もその詩が書かれた時の気持ちっていうものに自分自身を引き戻す必要がある。それが詩を読む時のチャレンジの一つだっていうふうにおっしゃってます。はい、ありがとうございました。じゃあどうでしょう。日本の学生さんからの。はい、どうぞ。ジュディさん、今学期は独協で授業をしていただいていたんですけれど、アメリカで教えていた時と日本で学生に教えていた時に、なんか学生の日本とアメリカの学生の違いって何か感じましたか？ Okay, what's the difference between American students and Japanese students? The way our schools are structured are quite different. My students in California will take 5 classes. For this, they'll only have 5 classes, and each class will meet twice a week. So we read more, and there's more homework. I think that there's kind of an image that Japanese students are more polite than American students, but I teach at a very small school where my students are very sweet and very hardworking and very polite. So I think they're equally polite as Japanese, as the students at Dokkyo. But I have really been impressed with the sustained study of a particular poet. I think that's a difference. In our English major in California, a student will get a topic, and maybe it'll be about the work of one writer, but more often it'll be a theme, like gender in contemporary poetry or something. So I think that is distinctive, and I think it's a great idea. I'm hoping to bring that tradition from Dokkyo of kind of mentorship and the sustained study of the work of one particular poet. I'm hoping to bring that back to California with me. まずアメリカの学生と日本の学生の一番違うところは、そもそも授業の取り方っていうところが違っていて、アメリカの学生はだいたい一つの1回のセメスターで5個ぐらいの授業を取って、でその5個のうちの1つの授業で週2回、授業があるので、もっとたくさん読んでもっとたくさん宿題が出るっていうふうなことをおっしゃってます。で、日本の学生の方が礼儀正しいっていうような印象を持っていましたけれども、ジュディさんが教えられているドミニカン・ユニバーシティも小さい大学で、みんな仲良く勉強していたので、そういう意味では同じ意味で学生はみんな礼儀正しく接してくれていると思います。で、ただ一つ驚いたことというものが、日本の、詩の勉強で継続的に行っているんだというところに、すごく驚かれたというふうにおっしゃっていて、でどういうことかというと、例えばアメリカの詩を勉強していると、その一辺の詩の中に見られるジェンダー的な部分だとか政治的な部分だとか、そういったものにフォーカスを置いて読んでいくけれども、日本だと
そうではなくても詩に向き合っていくってそういうふうにこう詩の中にどんどん深く入っていくというところが違いかなというふうに感じられたというふうにおっしゃってました。でその詩の読み方というか勉強の仕方っていうのはカリフォルニアに持って帰ってで、一緒に今度はジュディが授業の中で、使いたいというふうにおっしゃってます。じゃあちょっと僕から質問をさせていただきたいです。本当に素晴らしい質問ありがとうございました。ですね、ジュディさんのそのフリーライン、僕も何度も読んだし、あとその前の詩集がちょっと読んでないんですけれども、いくつかその、ジュディさんがね、今回のコラボレーションのために、いろいろその詩を読ませていただいたんですけれども、一つ共通していることがあるなというふうに思ったんですよ。で、まさにこのフリーラインという詩集のタイトルが示していると思うんですけれども、ジュディさんのその、詩集の中では、たくさんの、例えば場所が出てきたり、今のさっきからウォーキングランドとか空が出てきたりとか、あとは、リハクが出てきたりとか、エドリアン・リッチが出てくる、メリディキンソンが出てくる、それにその王の和夫が出てきたりとか、たくさんのその古今東西ね、本当にその昔と今、そして、西洋と東洋、いろんなそのなんていうかそのキャラクターというかが出てくるんですよ。で、一つ思ったのは、ジュディさんの詩っていうのは、なんていうかこう一人の詩人が一つのテーマに沿って単一の声で書いているっていう感じを受けなかったんですね。複数の声があるっていうか、なんていうかそのカンバセーションになってる気がするんですよ。ジュディさんの詩自体が何かいろんな人との間のいろんな木と木の間のそのカンバセーションになって言ってしまえば児玉のようになっているっていう気がしたんですけれども、どうでしょうか。I don't have any conversation with these multiple people, but he said there's a lineage and other kind of literary lineage in your poetry, but he said there's also so one poet write their poem like following one theme, but when you're writing, there are so many kinds of voices in poetry, and then it's like it sounds like the voices are echoing among the trees. That's how it felt, and then how would you say that to his point? Yuzo-san, thank you for your comments. So the title of this book is Tree Line, and some of the poems are set up in the Sierra Mountains, which is a place I love to go. And you can think of the tree line as above the tree line. It's a place on high mountains. Above the tree line, there's not enough oxygen for trees to grow. Right, so it's kind of setting a mountain space, but also I was thinking of lineage. The line of in the title is kind of the lineage of kind of the voices that have shaped me in this work. And I do think I'm writing in conversation with these poets that I feel are present to some degree. So that's kind of a thematic concern. Formally, my process is one of collage, right? So I love the idea of kind of, we think of haiku as two images that crash together to make a third image, right? So I'm working with kind of juxtaposition and kind of trying to find different things to layer together. So there is kind of a contrasting energy and the dynamic of lines that come together and kind of what they evoke. So we have the poem on the page, and then we have kind of
what the poem evokes. Like maybe that's really where the poem is existing, and maybe the poem on the page is almost kind of a map or route to what is evoked as the poem as we experience it kind of in the air. 頑張って。まず、タイトルのツリーラインっていうものですけれども、これはその木が生えている限界の部分で、例えば、この詩のツリーラインに収められているいくつかの詩はシエラネバダっていうカリフォルニアですごく高い山で描かれていて、でそこだと酸素が薄いから木というものも高く伸びず低くなるっていうようなことをおっしゃっていて、で、それがこのタイトルの一つ、それがタイトルの由来になっているんですけれども、そのジュディさんが詩を書くときに頭に入れているのが、その先ほど水野さんがおっしゃっているカンバセーション、会話っていうものをおっしゃっていて、で、さまざまなイメージ、異なったイメージっていうものを持ってきて、でそれを詩の中に織り交ぜていく。で、そうすることによってエネルギーっていうものがぶつかり合って全く別のイメージが立ち上がってくる。これは文学的な手法で言えばコラージュっていうような手法になりますけれども、この一つの声で書くのではなくて複数の声を使ってそのイメージをぶつかり合わせながら一つの詩を立ち上げていく。でそうするとその詩の上に書かれている言葉文字っていうものがまるで地図のようなに機能していて、でそうするとその最後まで読んだ時にじゃあ読者聞いた人たちはどこに行くのか、書くということによってどこに行けるのかっていうそういうような結果、書くことによって読むことによって得られるのがそういったことの結果になる。それがジジさんが挙げられている印象だということです。はい、じゃあ、どの方いらっしゃいますでしょうか。まだ読んでない詩がいくつかあるので、じゃあ。Why don't we do a poem and I can talk through a little bit about how I wrote it. We'll do one more poem, and I think it's in your handout. It's Radical 122. So sometimes I write poetry very intensely, and every day I'm writing a poem, And then I started studying Japanese intensely, and I felt that I wasn't writing poetry. I would get up in the morning and I would study Japanese. I had an 8 a.m. Japanese class, and every day we had a test. So I'd get up at 4 o'clock in the morning and study. But when I was studying, felt like I would find these poems that were kind of in the dictionary or in the textbook. And I started to make a process of writing poems from reading Nelson's Japanese English Character Dictionary. And I don't know what it's like to study kanji from when you're a child, but learning kanji as an adult, I was always looking at the kanji and trying to kind of make up some way to remember it. Like a little story or some way to remember it. And sometimes I would write that into a poem. So this is an example of that process. I want to translate now a little bit. Right. そのジュディさん詩を書く時には詩を書き続けてっていうそういう行為をずっと繰り返すんですけど、そういう日があったかと思えば今度は日本語を勉強するような日もあったりして、で、日本語を学んで例えば学んでいたんですけれども、その教科書を使ってでその辞書を使ってっていうことをしているうちにその使っている教材から詩のインスピレーションを受けるようにもなったっていうふうに話していて、でその
今から読む詩はネルソンっていう人が書いた寛永辞典っていうものから受けたインスピレーションを受けて書いた詩です。So this is called Radical 122, and there's the kanji for that page. And it's not accurate. There's no accuracy. I'm looking through that entry in the dictionary to find a poem. But I'm reading this to an audience that will know it's not exactly accurate. Radical 122. Amigashira, crown, variant, neck shaped like eye. Oh, one more thing. I wrote this after going on the Ferris wheel at Odaiba. I asked Jacob how far the human eye can see. He wants to say forever, but he says, "You can see stars, right?" I know then that he will never leave me. Net over a clamshell to buy, clamshell for money, eye for eye. Gambling is for when there aren't other options. How far I can see into the distance depends on the light, not my eyes. この詩は正確さを求めて書かれているものではないので、漢字の部首っていうものは少し違っている、意味が違っているかもしれませんっていうものを前に伝えて、でお台場に行った後に書かれた詩だというふうにおっしゃっています。では読みます。122番目の部首。網頭、変形、網目。人の目はどのくらい遠くまで見ることができるのとジェイコブに尋ねる。永遠だよ。ジェイコブはそう答えたいが、代わりにこう言う。星を見ることはできるだろう。その時から彼が私を一生離さないことを知っている。貝を覆う網、金銭を出して求めること、貨幣、眼差し。他にどうしようもないとき、賭けに出るのも一つの手だ。人の目はどのくらい遠くまで見ることができるのか。それは光の問題で、私の目ではない。どうでしょう皆さん、ちょっと今日変則的なんですけれども、まだあと1、2編ぐらい読んでない詩があるんですけど、読んでいただけますか。それとも読んでうなずいてる方もいらっしゃいます。せっかくだからじゃあね。Okay. 後でうまく編集してください。じゃあ最後の詩は、ハードワードの21、22にあるアウト・ザ・ゲート、ポート・ア・レスターという詩になります。で今回は僕が日本語を訳で、その後に聞いていたこの訳だけ僕が訳したものではなくて、詩人の塚越由香さんが訳されたものを紹介しています。じゃあ読みます。レーススタート。風船を膨らましすぎて、たくさんのケーキに指を突っ込んで、指紋で体をスキャンされ、夢を夜空に箇条書きにして、嵐雲に言葉をなぞり、水にミントとバーボンを混ぜて、ふさふさのつるでベッドを作り、草の冠をかぶり、
野紫でできた実から富士山を登っている木でいうカタツムリがいて、レースのトラックには星がいっぱい。You guys, it's been such a pleasure to share work with you today. Thank you so much for coming. So I'll read this last poem, and it's called Out of the Gate. And if you are in Isa, you might hear his haiku in this poem. It's not stealing, it's illusion. Out of the gate. I have breathed into too many balloons, put my fingers in so many cakes, had my body scanned with fingerprints, written out my dreams in lines of the night, traced words into storm clouds, mixed water with mint and bourbon, made a bed from spidering vines, wore a wreath of grass cuttings, a raft of stick seed. There's a snail who thinks he's climbing Mount Fuji. The racetrack is filled with stars. Thank you so much. I think we can continue the questions. Okay, good. Great. じゃああと5分だけ。じゃああとですね、この部屋ともう少ししたら、ちょっと使えなくなってしまうので、あと5分ぐらい、ですね、時間をちょっと延長していただいて、もう一度質問を、おありの方は、していただきたいんですけれども、多分たくさんあると思うんですけど、どうですか？学生さんたちどうですか？すみません、学生じゃないんですけど、はい、どうぞ。はい。私今急いで理解しようとしてて理解しきれてないんですけど、例えば9ページにある一つ前に読んでくださったので、4行目に I know then that he will never leave me ってなんでそう思ったんですかね。It's been really fun to translate these poems with Yutaka because he asked me questions that I don't know the answers to. But he has observations. So I think what Yutaka was saying about this poem, which is out of the gate, that kind of there's a conversation going on at two levels, right? There's the spoken conversation and there's the meaning of the conversation. So I think that there was something in the first stanza about kind of distance, like maybe the idea of forever, that we would live forever, is kind of a romantic idea that we have about love, that you get married and you stay together forever. And of course that's contrary to our human experience that is frail and ever-changing. So I think there was kind of a pushing, an energy between he wants to say forever, so this impetus to say forever, but to actually kind of try to find a kind of scientific or physical conversation about that. You can see stars, right? How far can you see? Forever. Well, you can see stars, right? And then the subtext of that is, I know then he will never leave me. So it's kind of this communication on two levels, and the idea of time, you know, this kind of thing we can't measure. Right, so he won't say forever, but the speaker says he will never leave me, which is another way to say forever. That's my best guess. It's a mystery to me too. その僕とジュディ
一緒に詩を訳している時も、僕がこれどういう意味なんだっていうふうに尋ねると、ちょっとそれはよくわからないっていうようなジュディも言っていて、ここの一文もそうだっていうふうにおっしゃっているんですけれども、このジュディさんの方解釈だと、その永遠っていうものがあって、例えば永遠の愛を誓うっていうようなことはロマンチックでとても素晴らしいことではあるけれども、だけどその反対に人間の体っていうものは儚いもので、いつか滅びてしまうもの、そういう関係性になっていて、でそのフォーエバーっていうのにその愛っていうものがかけられていて、永遠に愛しているっていうことを言いたいんだけれども、だけど少なくとも星は見えるだろうっていうようなことを言うと、その永遠というものは見えないけれども、少なくとも星は見える。そこにこの人たちの愛の深さっていうものが見れて、でそういう愛の前座、火をなるリーフっていうことが出てきたんじゃないかっていうふうに、これが精一杯の予測ですというふうにおっしゃってました。ありがとうございます。はい、まずちょっとだけ、あと一人ぐらいかな、そうしたら。じゃあちょっと僕から質問をまたしちゃいます。ジュディさん、半年、今のところ日本に滞在しているんですけれども、日本で詩は書いていますかっていうのと、いろんなところで多分詩を書かれると思うんですけれども、アメリカと、日本で詩を書くのって違いますかっていうふうに聞きたいです。Is it different to write poems in Japan versus California? Right. And have you been writing poetry in Japan? I've been writing new poems here in Japan. Thank goodness. One of the things I do every year that I am telling you to do as a direct assignment, in the United States, in April, it's Poetry Month. We celebrate poetry. As poets, in the month of April, we write a poem every day. And you can't just plan to write a poem every day. You have to get a friend and make a deal with them that you'll each write a poem a day, and you have to send them your poem before midnight every day for the month of April. So that's how I started, right? Exactly. That's how I started my time in Japan, writing a poem a day, so it got me off to a good start. There's actually a group that writes a haiku every day, but they chose the month of February for the shortest poetry form. I'm going to keep talking. Okay. 詩は、詩を書いていますかという質問に対しては詩は書いています。で、4月はアメリカではポエトリーマウス詩ということになっていて、詩人は1ヶ月間4月が終わるまで毎日詩を書き続けなければいけないという月になってます。で、ただ詩を書けばいいというわけでもなくて、そのパートナーを見つけて、でその人と詩を書き合いましょうというふうなことを約束して、で詩を書いたらその日が終わる前にその詩をそのパートナーに送ってあげなければいけない。でそのパートナーは逆にこっちに詩を送ってくるっていうことをやってくる。で、逆にというか、また別に俳句を書き続けなければいけないという月もあるんですけど、俳句は2月、俳句月は、俳句マンスは2月にあって、で、俳句は一番短い詩のフォームだから一番短い月に愛されている。But I think it's very different to write from a place you consider your home and to write in a place that you're visiting. Particularly from here, I'm really trying to write poetry that's place specific and kind of shaped by the place. But my understanding of the kind of the history of the places I am and I don't have a deep kind of knowledge of them. So I think that changes
the writing process a bit. What? Right? We have a long tradition in poetry of poets leaving the place they live to travel into the world to write poetry. And maybe it's so they can visit famous places that have kind of poetic associations. But I think also it's to help you see anew and to see again, to be watching with great intention the world around you. And I think that's one of the assets of kind of being away from home writing poetry. Yeah. To see anew, to see it anew, new for the first time again. 詩を、自分の故郷と、自分が今いる別の故郷とは別の場所で書くっていうのはやっぱり違う体験になるっていうふうにことをおっしゃってます。で、日本で詩を書いてるときは今はその場所っていうものに特にフォーカスして書いているということを言っていて、でもそれは自分が知っているその場所に由来する歴史だとかそういったものが入ってくる。ただそういったものにしてもとにかく場所に、フォーカスを置いて今詩を日本で書く詩はその場所っていうものにフォーカスされているっていうことをおっしゃってます。で、ただ詩を書くっていう伝統はとても長い、時間の中で行われていて、過去から現在に至るまですごく長い時間行われていて、で、別の場所に行って書くっていうのは新しいものを見て、書くことになる。でそれはやっぱり詩人の新しいまた世界観を開く手助けになってくれる。その新しさを求めて、新しさこそその違う場所で書く時の大切なアスペクトになるんじゃないかとおっしゃってます。じゃあ、そろそろお時間になりましたので、今日ですね、ご出演いただいているジュディ・ハレスキさん、そして二宮豊さんにですね、盛大な拍手をお願いします。